何かおかしい。そんな小さな違和感が将来これほど大きな問題に膨れ上がるとは、この頃の私は夢にも思っていませんでした。皆さんこんにちは、魔法使いリリです。これまでは健康の知識や無添加生活のコツ、化学物質過敏症についてなど、どちらかというと知識系のお話をしてきましたが、これからは少しずつ魔法使いリリの光と影の記録というシリーズを作って、私が体調を崩してから今に至るまでのお話をしていこうと思います。一度では語りきれないので、いくつかの時期に分けてお話ししていきます。今回は体の不調を感じ始めた高校生ぐらいの頃のお話です。今からだいたい10年ちょっと前ぐらいになるんですけど、だいたい15歳とか16歳ぐらいの頃、高校1年生ぐらいの頃に、私はなんか自分の体の不調を感じ始めました。慢性上咽頭炎や動悸、体の倦怠感、脳貧血、酸素が吸えない感覚、そういったものが徐々に出始めていって、例えば高校生なのでスポーツとかをしてる時にすごい違和感を感じたんですけれども、なんか今までのように小学生とか中学生とかの時のように思うように全然走れなくなったんですよ。まずなんか心臓がすぐバクバクしちゃって、なんか頭では走れると思ってるんですけど、足が絡まっちゃう感じで全然走れなくて、あれって思うじゃないですか。でその後、次は水泳でちょっと感じたんですけど、水泳はね、私小学生の時に習っていて、4泳法泳げていて、当時はね1キロぐらい普通に泳いでいたんですね。それが高校生になったら25メートル泳いだだけで心臓がもうバクバクしちゃって、なんかもう息も上がっちゃって、全然泳げなくなっちゃったんですよ。そうそれで、なんか老化現象、運動不足みたいな。でも高校生そんなこと普通起こらないじゃないですか、そこまで極端に。あれって思いましたね、その時に。さらになんか中学生ぐらいまでは私すごい友達付き合いをたくさんしていた方だと思うんですけど、楽しく友達と遊べていたんですけれども、高校生になってからはなんかお友達と遊ぶのももう体力的についていけなくて、高校生ってみんな元気なんですよそれでもうね、私はもうその体力に全然ついていけなくなっちゃって、もう3時間ぐらいが限界みたいな。しかもなんかなんていうのかな、アクティブに遊ぶのはちょっと本当に難しくて、普通にちょっと食事したりとか、カフェでお茶したりとか、映画見に行ったりとか、なんかそうやって座ってできるような、そういうなんか遊び方しかできなくなりました。もう疲れちゃってね、大変なんです。しかもなんか私は結構ちょっと気を使うところがあって、こんな性格だからそうでもないように見えるかもしれないけど、なんか友達に楽しんでもらいたいじゃないですか、一緒に遊ぶ時に。でも私が体調悪くなっちゃって、なんか帰んなきゃいけなくなっちゃったり、なんか体調悪くて脳貧血を起こしてなんかってなったらすごい迷惑かけるって思っちゃってたから、なかなか友達と遊ぶのもちょっとハードルが高くなった時期でしたね。そうですね。だから遊ぶ内容とかで工夫して、食事に行ったりとか、カフェでお茶したりみたいなのがメインになってきました。で学校行事とかもなんかみんなすごい元気なんですよ。だけど私はちょっと体力がついてこないので、なんかみんなが楽しそうにしてるのを結構遠くから眺めているみたいなのがすごい記憶に残っています。さらにね、本当に一番悩んでいたことは当時ブレインホグなんですよ。なんか頭が真っ白になって、覚えていたはずのことが思い出せなくなっちゃうみたいな感覚ですね。霧がかかったようになって頭に。で私ね、その大学受験のために高校生って勉強するじゃないですか。で私も大学受験のために勉強していたんですけど、もうそんな状態でさ、頭が真っ白になって記憶力がめっちゃ落ちちゃったら、すごくイライラするし、なんかもどかしいし、
小学生とか中学生ぐらいの頃みたいにこれぐらいやれば覚えられてたとか、これぐらいやればできるっていうのが全然通用しなくなりました、高校生になってから。だからこう数学とかさ、そういうのはまだいいんですよ。まあ公式とか別に覚えられなくても証明を覚えるとか理解して導けるようにすればいいっていうのもあるので、数学とかはまあいいんですけど、なんか小論文とかね、そういうのもまあいいですけど覚えるものじゃないので、なんか社会とか英語とかね、そういう覚える科目、新たに覚えなきゃいけないものに対してはすごくなんかハードルが高かったなっていうふうに思いますし、自分的にはなんでできないんだろうと思って、なんか自分を責めちゃうところもあったし、すごくこうそこに対しては嫌な思い出ですで、何よりも一番辛かったのが、やっぱり見た目では分かりにくいので周りから理解されないんですよ。で、やっぱりこう母とかにも体調が悪いってお話ししていたんですけど、私の言語化があんまり上手じゃなかったこともあって、あと病院とかにもね行ってみたりもしたんですけど、なかなか原因もわからなくて、原因不明って言われて、なんか気にしすぎじゃないのとか、なんかあまりにも心配性なんじゃないみたいな風に周りからは言われてしまって、もう私はそんな風に周りから言われちゃうと、自分が本当に自分の方がおかしいのかなとか、私がなんか努力不足なのかなとか、私が悪いのかなとか、そんな風にすごく自分を責めていました。そうやってなんかすごい自分を責めて、で周りにも理解されず頭真っ白になっちゃうし、受験勉強もしなきゃいけないしみたいな感じで、当時の私はもう本当に定期的にもうこの体嫌だって、この体手放したい、解放されたいってすごく思うようになりました。本当に表面では楽しそうにしていても心の中では泣いていたんだと思います、高校生の頃の私は。まあそんなこんなで、まあちょっと大変だった、表面的に見たら楽しそうに見えても実はそういう気持ち的にはそういうことがあった高校時代だったんですけれども、まあそれでもまあどうにかやり過ごして私は大学生になります。次回は私の大学生の頃のお話をしていきたいと思います。それでは今日はこんな感じで初めての光と影シリーズの動画を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録や高評価などもよろしくお願いします。